アンモサ製作所です。今回は、バンダイから発売されている、MG、ガンダムバルバトスを、キッラキラにメタリック塗装していきます。あと、今回は筋彫りやパーツの追加を行わず、塗り分けだけで作成していきます。ぜひ、最後まで見ていってください。はい、MG、ガンダムバルバトスです。だいぶ前からこれを作りたかったんですが、なかなか入手できなかったんですよね。パッケージがもうかっこいいです。これは MG なので箱も結構大きいです。HG のグフカスタムと比べるとこんな感じ。だいたい、2倍ぐらいでしょうかね。MG でフレームパーツも多いので、こんなものですかね。サイズ感はこれくらいにして、バルバトスの箱ですが、横には、ガンダムフレームの説明と完成図が載ってます。バルバトスはフレームがよく見えるので、しっかり塗り分けたいと思ってます。反対の側面は、同封されている、武器の説明ですね。それでは、内容物の確認をしていきます。オープン。パッケージは全部でこれくらいです。MG の割には少ない印象です。とはいえ、いざ組み立て始めると、多いと思うことが多々あるアンモサです。それでは、作っていきましょう。では、パッケージからランナーを出していきます。このバルバトスですが、実はこのチャンネルを始めるまで知らなかったんです。バルバトスを知らないというよりも、恥ずかしながら鉄血のウルフェンズを知らなかった。スポーツ方面に時間を使っていたので、アニメまで手が出なかったって感じです。最近は、体力的な問題から趣味をプラモデルにシフト中。そんな話はさておき、そんなわけでプラモデルからバルバトスを知り、アニメを見るという流れでしたが、すっかりアニメもファンです。特にバルバトスは、他のガンダムと違って、フレームの露出が多いので、メカメカしさが増して、かっこいいなと思っています。はい、すべてのランナーを出し終えました。机の上に、すべてを並べることはできないくらいランナーが多いです。あと、外装パーツが少なめな感じです。内容物の確認はこれぐらいにして、素組みをしていきます。素組み中。はい、素組みまで終わりました。やっぱり MG なので、大きめですね。RG と比べてパーツも大きいので、組み立ても RG よりも楽に感じます。各関節の可動に関しては、RG のような可動ギミックはないですが、よく曲がります。可動ギミックがない分、腰にあるようなビストンパーツが多用されているので、物足りなさはないと感じました。冒頭でも話しましたが、今回は特徴的なガンダムフレームの塗り分けを積極的にしたいと思います。では、次に合わせ目チェックをしていきます。このバルバトスですが、本体側には合わせ目がほとんどありません。もともと、フレームに外装を取り付けた機体で、フレームを包む感じでないからでしょうかね。というわけで本体の合わせ目消しはなしでいきます。MG バルバトスは、とっても出来がいいキットなんですね。次に武器の方ですが、こちらは方針がモナカ構造なので、しっかり合わせ目があります。とは言っても、これぐらいなので大したことない感じです。合わせ目のチェックも終わったので、ターンテーブルで全体を見ていきましょう。
ここからは表面処理を行っていきます。アンモサは、はじめに筋の彫り直しをしてからヤスリ掛けしてます。はじめに、ヤスリ掛けすると筋が浅くなって、彫りづらくなることがあるのでこうしてます。あと、軽い筋彫りのミスなら、表面処理で一緒に直せますしね。先にある程度、ヤスリを当てた方がいいんですかね？今のところメリットが思い浮かばない。次に表面処理を行っていきます。アンモサは広い片面とかは、板に貼り付けた紙ヤスリで表面処理しますが、このような段差があるところは、硬質スクレーバーで表面処理をしてます。スポンジヤスリとかだと、面の切り返しの頂点が丸くなっちゃうんですよね。アンモサが下手なだけなんですが、この方法が処理も早いのでいつもこの方法です。他におすすめの方法とかあったら、教えていただけるとありがたいです。硬質スクレーバーはとてもいいんですが、油断すると大惨事になることもあるので、色々試してみたいと思っています。このパーツが終わるまでは当倍で動画にできればと思いましたが、意外と長いのでこの辺で終わりにします。そもそも需要があるのかってのもありますしね。引き続き、表面処理中。表面処理後の、削中。削後にフレームの塗装をしてましたが、時間がなくて撮影することをすっかり忘れてました。今回のフレームの塗装ですが、サフはシルバーを使用してます。動力パイプなどのシルバーの部分は、シルバーサフの上からクリアブラックを塗装して、塗装の時間短縮と、塗装が熱くならないようにしてみました。いい感じになったと思います。シルバー以外の部分では、基本にガンメタルを使用して、部分的にアイアンを使用してます。ガンメタルとアイアンは色的には同型で差がわかりづらいですが、そのさりげなさが良いと思ってます。あと、差し色でゴールドを塗装してますが、ここはビクトリーゴールドを使用してます。フレーム全体にはトップコートのようにクリアブラックを塗装しています。これはメタリックだけだとギラつきすぎてる気がするので、暗くするために塗ってます。使用途用に関しては、概要欄に記載しますので、気になる方はそちらを見ていただければと思います。これでフレームの塗装が終わりましたので、武器と外装の塗装をしていきます。武器の塗装ですが、こちらはガンメタルとアイアンの2色で塗り分けを行いました。はじめは塗り分けなくても良いかなって思ってましたが、やっぱり寂しいかなって思って塗装しました。武器も最後にクリアブラックを塗装して終了です。こんな感じでクリアブラックを使うので、クリアブラックの消費量が半端ないです。外装の塗装では、シルバーサフの上から EX ホワイトを塗装しました。外装も単色だと寂しいなって思い、部分的にニュートラルグレーにを塗装してます。外装の塗り分けは、直線的なパネルなので、カッターナイフで切り抜いて、マスキングしました。今回はほとんどこの方法で対応できたので、外装のマスキングは2時間ぐらいで終わることができました。マスキングはめんどくさいと思う人も多いと思いますが、不思議とアンモサは結構楽しく作業できるんです。綺麗に貼れると嬉しいんですよね。ニュートラルグレーに、塗装中。外装の塗り分けが終わったので、マスキング剥がしです。外装のマスキングは、複雑なところもないのでサクサク剥がすことができます。
部分的な塗り分けのマスキングは、パーツ全体をマスキングせずに、塗り分ける周辺だけにすることが多いです。その方が剥がすときも楽なんです。ただ、絶対ミスしたくないところは、きっちりマスキングしますけどね。この辺の好みは分かれると思います。塗り分け後、パール塗装をしてデカール貼りまで終わりました。これからクリア塗装をしていきます。今回はデカールの段差を目立たなくしたいので、濃いめのクリアをたっぷり塗装してます。希釈で言うと 1.5 倍ぐらいにして、空気圧上げて塗装しました。薄くても何回か塗れば同じだと思います。クリアが乾いたら、中研ぎです。アンモサは、ほぼ4000番のみで中研ぎしました。1500番ぐらいだと、あっという間にクリア層を貫通して塗装を剥がしてしまうので、4000番ぐらいがアンモサはちょうど良いです。この4000番も結構使っているので、もっと細かいかもしれません。デカール貼ってないパーツも含め、こんな感じで中研ぎしました。デカール貼ってないパーツも、結構デコボコしてるんです。クリア塗装中。はい、すべての塗装が終わりました。続いて、組み立てを行っていきます。まずは、各部位から組み立てていきます。今回は内部フレームを結構塗り分けたので、胸部の組み立てをまとめてみました。組み立て中はナレーションなしで進めたいと思います。はい、そんな感じで全部位の組み立てが終わりました。それでは最後の組み立てを行っていきます。それでは、組み立てていきます。今回のバルバトスですが、ディテールの追加など行わず、塗り分けだけで作成しました。フレームがよく見える機体だったのが良かったと思いますが、とてもいい感じにできたと自画自賛です。あと、一部のパーツを艶消しにしたのが不安でしたが、アクセントになってよかったよかった。総じてキットが良かったってことですね。皆さんもぜひ作ってみてください。最後まで、ご視聴ありがとうございました。不定期にもかかわらず、チャンネル登録してくれている視聴者さん、本当にありがとうございます。皆さんのおかげでもうすぐ登録者が1000人になりそうです。プラモデルを始めると思ったとき、一人で作ってても味気ないなと思って始めた YouTube ですが、ここまで登録されるとは思っていなかったので、とても嬉しいです。これからも自分好みのものを作っていきますが、見に来てくださいね。そして、初めて見ていただいた視聴者さん、ありがとうございます。プラモデルも動画の構成もまだまだですが、これからも色々作っていくのでまた見に来てくださいね。それでは、さようなら。